こんにちは、はるです。今回はシードビーズで作るプチハートリングの作り方をご紹介します。シードビーズとは丸小ビーズや丸大ビーズといった小さなビーズのことで、値段もお手頃です。これらを使って小さくて可愛いハートモチーフのリングを作ります。初心者の方にもマスターしていただきたい技法ばかりです。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。丸大ビーズ11個、丸小ビーズ A7 個。このビーズは丸大ビーズと同じ色か、なるべく近い色を使ってください。丸小ビーズ B、ここでは69個使用します。テグス2号、30センチを1本、70センチを1本。まずハートモチーフを作ります。30センチのテグスに丸大ビーズを4つ通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。次は右のテグスに丸大ビーズを2つ通して、新たな丸大ビーズ1つでテグスを交差させます。今度は右のテグスに丸大ビーズを3つ通したら、テグスを2回結びます。このビーズの中に結び目を隠します。あとはこちらの方向に余ったテグスを通していきます。テグスをカットするんですが、この時ビーズの際ギリギリよりもちょっと長めにカットします。これではまだハートになっていませんよね。実はアームを作りながらハートの形に仕上げるんです。これらの隙間にビーズを足しながらハートの形を作っていきます。70センチのテグスに丸小ビーズ B を7個、A を1つ通したら、一番端の A で左右のテグスを交差させます。
次からはハートの外側を作っていきます。今テグスを交差した丸小ビーズがここに来るようにします。なのでその両隣にあるビーズを左右のテグスでそれぞれ拾います。右側から仕上げていきます。右のテグスに A を1つ通して隣のビーズを1つ拾います。これがハートの丸みの部分になります。次もまた右のテグスに A を1つ通して隣のビーズを1つ拾います。これがハートのへこみの部分になります。次もまた右のテグスに A を1つ通して隣のビーズを1つ拾います。これがもう一つのハートの丸みのところになります。左側も同じ要領です。左のテグスに A を1つ通したら隣のビーズを1つ拾います。今度は左のテグスに丸大ビーズを1つ通して隣のビーズを1つ拾います。これがハートの尖った部分になります。そしてまた左のテグスに A を1つ通して隣のビーズを1つ拾います。ここまでできたら A 一つで左右のテグスを交差させます。ここでようやくハートモチーフが出来上がるというわけです。あとはアームの続きを作っていきます。左右のテグスに B を3つずつ通して新たな B 一つで左右のテグスを交差させます。これを指のサイズより少し小さいぐらいになるまで繰り返していきます。これで8段目まで出来上がったところです。指輪になるようにつなげます。まず右のテグスに B を3つ通して一番下の輪っかの4番目のビーズに通します。さらにそのテグスに B を3つ通したら今もう片方のテグスが出ているこのビーズに通します。
あとはここまでもう一度テグスを通していきます。反対側のテグスも同じようにビーズを通したらテグスをカットします。これでシードビーズで作るプチハートリングの完成です。どうでしょう？ちょっとユニークな作り方でしたけど難しくはないですよね。サイズは19号くらいありますのでかなりゆったりめに仕上がります。他の色でも作ってみました。ハートモチーフは濃いめの色で作った方が可愛いですね。シードビーズは安価で手に入りやすいですし、どんな色でも作りやすいですよね。応用編としてブレスレットも作ってみました。ちょっと根気のいる作業にはなりますが、こんな作品も作れますので、興味のある方は試してみてください。大人も子供も楽しめるリングですので、ぜひ作ってみてくださいね。